まずは準備です。卵白 33g を室温に戻します。マカロン生地用に丸型の口金で絞り袋を作ります。クリーム用に星型の口金で絞り袋を作ります。天板にクッキングシートを敷きます。クッキングシートと同じサイズの紙を用意します。直径3センチの円を描きます。ペットボトルの蓋が直径3センチなので便利です。続いてマカロン生地作りです。材料はこちらです。袋にアーモンドプードル 40g を入れます。粉糖 50g を加えます。よく振り混ぜます。2回ふるっておきます。室温に戻した卵白 33g のこしを切ります。レモン汁を数滴加えます。卵白 33g をある程度泡立てます。グラニュー糖 20g を4回に分けて加え泡立てます。ゴムベラで壁面の卵白を混ぜ入れます。再び高速で泡立てます。低速で1分ほど混ぜ泡を均一化します。ピンクの着色料を少量加えます。ハンドミキサーの低速で混ぜます。メレンゲはこれぐらい固く仕上げます。先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。再び先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。再び先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。マカロナージュ前はリボン状に落ちないです。生地をボウルに押し当てマカロナージュします。マカロナージュ後はツヤが出てリボン状に落ちます。生地を絞り袋に入れます。クッキングシートの上に円状に絞り出します。トントンしてマカロンの表面を平らにします。気泡が見られる場合は爪楊枝で潰します。余った生地は口金側をラップと輪ゴムで固定します。絞り袋は空気が入らないようにして口を縛ります。素
涼しい場所に置いておいて後で焼いてください。紙を抜き取ります。冷蔵庫に45分ほど入れ乾燥させます。冷蔵庫乾燥中は冷蔵庫を開けないでください。22.5 分ほどで手前奥の向きを逆にします。オーブンを150度に予熱します。マカロンは多少手につく状態でも OK です。150度に予熱したオーブンで12分間焼きます。ピエもできています。室温に30分ほど置き、十分に冷まします。冷めればきれいに剥がれます。裏面はこんな感じです。マカロンの断面はこんな感じです。次は桜バタークリーム作りです。材料はこちらです。無塩バター 50g を室温に戻します。無塩バター 50g をゴムベラで練ります。練乳 25g を加えゴムベラで混ぜます。ある程度混ざったらホイッパーでしっかり混ぜます。桜の花フレーク 3g を加え混ぜます。絞り袋に入れます。次に組み立てです。マカロン8枚にクリームを絞ります。残りの8枚で挟めば完成です。最後に美味しい食べ方です。トレーなどに入れラップをします。冷蔵庫で30分ほど冷やしてクリームを固めます。固まったら1個ずつラップで包みます。タッパーや袋で密閉します。冷蔵庫で一晩から2日間寝かせてください。食べるときは室温に戻すとより美味しいです。手作りなので冷蔵3日以内で食べてください。皆さんこんにちは、パンダパパです。パンダママです。レシピ動画いかがだったでしょうか。本日はリクエストですね。そうですね、今回はラムネさんにひな祭りにちなんだマカロンとリクエストいただきましたので、桜のマカロンを作ってみました。はい。まあね、お代理様やおひな様を、はい、この前作った雪だるまやサンタのマカロンのように、はい、アイシングペン等で表現してもよかったんですが、はい、ちょっと作りづらいかなと、皆さん真似しづらいかなと思いまして、はい、作りやすい桜マカロンにしてみました。はい、はい。ちなみにですね、桜の花のフレークはカルディ。そうですね、カルディです。はい、カルディで購入しております。はい。実際ですね、花のフレークがない、手に入らないという方もいると思うんで、はい、まあそういう方は桜の花の塩漬けそうですねとかだとまだ売ってるところが多いと思うので、はい、まあそれで作っていただいてもいいかなと。そうですね。ただ塩漬けだとね、あれ結構塩分強いんで、はい、水かお湯につけてですね、はい、塩を抜いてから、みじん切りにして入れていただければなと思います。はい、思います。はい。
で、今回のマカロンのポイントとしては、まあね、桜の色、はい。薄いピンクの方が可愛いというところで、そうですね、柔らかい感じですね。はい。着色料は少なめにしていただいた方が可愛いマカロンになるかなと思います。はい、そうですね。はい。はい。で、味の方はですね、食べると、口いっぱいに桜の風味が広がります。はい、広がります。はい、桜の花フレークに少し塩気がありますので、はい、少しありますね、塩気が。はい、塩スイーツみたいでいいかなと思います。まあそうですね、程よい塩気があって甘すぎないので、マカロンが甘すぎて苦手だなという方にも食べやすいんじゃないかなと思います。はい、おすすめです。はい、またあとですね、クリームにちょっと桜がちらちら見えて可愛い感じのクリームになっているんじゃないかなと思います。そうですね、見た目もなかなか可愛いマカロンになったかなと思います。はい、はい。皆さんひな祭りや、もしくはね、桜なんでね、春にも全然いけると思うんで、はい、4月に向けてですね、作っていただければなと思います。はい、思います。はい。では今日はこの辺で、バイバイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。パンダワンタンは YouTube 内でマカロンレシピ動画を公開しております。わかりやすいをコンセプトに時間をかけて動画を作っております。お時間ある時にでも一度見ていただけましたら幸いです。また、クックパッドや Twitter など他の SNS もやっております。詳細は概要欄に載せておりますので、そちらもフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。